勝手にフィルココレクション第1回目となる今回はこちら FKB109J ビッグを紹介していきたいと思います。勝手にフィルココレクション。早速ですが、このキーボードシリアルナンバーから推測すると製造されたのは1997年で、おそらく28年ほど前に製造されたとても古いキーボードです。フィルコのキーボードといえば、現在の主力はマジェスタッチシリーズです。そのマジェスタッチシリーズも最初の機種が発売されたのは2004年の12月のことでした。それと比較しても、このキーボードがいかに古いものであるかがお分かりいただけるかと思います。それでは外観を見ていきましょう。さすがに28年前のキーボードというだけあって、黄ばみがすごいですね。本体のカラーはアイボリーで、キーキャップの色はアイボリーのキーとグレーのキーが混在するタイプです。キーの配列はスタンダードな JIS 配列。Windows キーは左右両方についていて、標準の配列から何もキーが省略されていない正統派のタイプです。左上にはフィルコのロゴがアクリルシールで貼り付けられています。このキーボードはウプ主が中古で入手したものなのですが、最初からアクリルシールが剥がれてしまっていたので、別のキーボードについていたアクリルシールを貼り付けて復刻してあるんだそうです。本当にフィルコが好きなんだね。接続は PS2 ポートになっています。また、ケーブルはこのように中間部分がカールしていて、バネのように伸び縮みする、この時代にはよくあったタイプですね。続いて裏面を見ていきましょう。真ん中には名板がついています。そして左右には高さ調整用のスタンドがついています。このスタンド、動かしてみるとカチカチっと2箇所で止まるようになっていて、高さ調節が2段階で行えるようにも見えたのですが、どちらの状態でも高さにほとんど違いはありませんでした。ケーブルは左右どちらからでも出せるようになっていますが、脱着式ではありません。続いてキースイッチを見ていきましょう。キーキャップを抜こうとするのですが、マジェスタッチシリーズなどと比べかなり硬くて力がいります。よいしょ。ということでキースイッチが出てきました。キースイッチはアルプス軸で、軸の色は白です。キースイッチが上下逆さまに装着されているので分かりにくいですが、アルプスのロゴが刻印されているタイプでした。ただし、ネット上のレビュー記事やオークションに出品されている商品を見ると、軸の色が黒いものやアルプスのロゴが入っていないものもあるようで、もしかすると製造時期によって使われているスイッチが異なっていたのかもしれませんね。続いて、お待ちかねの打鍵音を聞いてみたいと思います。ただし、いかんせん28年前の古いキーボードですので、劣化によって本来の打鍵音とは異なっていることも考えられます。その点は何卒ご了承ください。押した感じはチェリー MX でいうところの青軸のようなカチッというクリック感が感じられますが、音は青軸よりも大きく、カチッというよりもガチャッという方が適切かもしれません。そしてバネ音というか金属っぽい反響音が気になる感じです。カチャカチャと軽快に打っていると、そこの方からコンコンコーンというような硬い音と手応えが感じられます。引き続き文章入力の打鍵音をお楽しみください。
いかがでしたでしょうか。ウプ主も自身の打鍵については圧が強めという認識はあるようなのですが、今回はそこまで強く打鍵していなくともなかなかの爆音を奏でていました。このキーボードを静かなオフィスに持ち込むのは難しいかもしれないですね。ここでチェリー MX の中では音が大きいことで知られている青軸との比較をしてみたいと思います。今回のまとめです。 FKB109J ビッグは1997年頃にはすでに流通していた模様です。キーの配列はJIS配列から何もキーが変更されていない正統派で、キースイッチはアルプスの白軸でした。打鍵音はチェリー MX の青軸よりも音が大きく、まさに爆音でした。打鍵感は素晴らしく、打ってるという爽快感がたまりません。ストレス発散には好適かと思いますが、静かな場所では周りの人にストレスを与える恐れがありますので要注意です。最後にこのキーボードを勝手に5段階で評価してみました。この動画をご覧の皆さんからもこのキーボードの評価や感想をコメント欄で教えていただけると嬉しいです。ということで第1回目の勝手にフィルココレクションいかがでしたでしょうか。このチャンネルでは今回のようなレトロキーボードから最新のマジェスタッチシリーズまで、ウプ主が60台以上所有するフィルコ製品のコレクションから様々な製品を勝手に紹介していきますので、ぜひぜひ高評価やコメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。バイバイ。